そして緊急車両が来た場合を考えてみましょう。今回はまたここのですね、世田谷警察署前交差点の、右直レーンですね。右直レーンで右折するときは右側ギリギリまで、線の端までですね、寄るべきか寄らないべきかどっちなんだっていう動画を前上げてますけれども、どうしても皆さんですね、右直レーンなんだから右折する車は右に点々にですね、右点々に寄るのが当たり前だろうっていう感じで、普通に考えればそういうふうに思うかもしれないですけど、いつも通ってる私からすればですね、ここで右端に寄るのはどうもなんか違和感があったんですよね。で、なんでだろうっていうので、動画前上げましたけど、その時もあんまりはっきりこうだっていうのをですね、正直言ってなんで違和感を感じるのかっていうのが全然分かんなかったんですけど、でそれでいろいろ動画にコメントをいただきましてですね、普通に右直進する車と右折する車がいるんだから、右折する車は端に寄るのが当然だろうみたいなことを言う人がほとんどなんですけど、でもここの交差点ですね、通ってる人だったら分かるんですけど、直レーンなのに右折専用とですね、直進専用の信号、これしか出ないっていうのがちょっとミソでですね、ちょっと特殊と言いますか、直進する車と右折する車どっちかしか青信号になってないっていうことなんですよね。で、そんなのどうでもいいだろうみたいな感じだと思うんですけれども、私もそれで今までですね、今直進が青ですね、右折は青が出るまで動けませんので、こんな感じで右折待ちの車が並ぶんですけど、コメントでいただいた意見でですね、じゃあここで緊急車両がですね、救急車とかが来たらお前はどうするんだと、救急車が来たら慌てて右に寄るのかとかいうことを言われてですね、いやそれではっきり考えたら分かったんですよね。いやこれ緊急車両来た時ってもしかしたらこの端にですね寄ってるっていうことによって緊急車両が信号1回分ですね進めなくなる可能性が出てくるっていうのがはっきり分かりましたですね。むしろ今の私みたいに右の端に寄るんじゃなくて、だいたいちょっとだいたい右に曲がるんですよっていうのが分かるぐらい右に曲がっていれば、実はこの今右折が青になりましたよね。右折だけが青になった時に緊急車両が直進したい緊急車両が右折車と一緒に直進できてですね、可能性として信号1回分早く行けるんですよっていうことが考えればですね、分かったっていう感じで、なんでもやもやとしてたのかって原因が分かったと言いますかですね、なるほどという感じになったので、今回はですね、なかなかこのドラレコの映像で説明してもなかなか分かんないんで、今回は模型をですね用意しまして、それを見ればなんとなく言ってることが分かっていただけるかなと思いまして、今回はそういう動画を作ってみましたということなんで、ぜひちょっとご覧になってみてください。まずは最初にシンプルな片側1車線の交差点の場合で考えてみましょう。右折したい車は道交法第34条で定められている通り、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄る必要があります。1車線しかないので、後続直進車ができるだけ通れるようにするのは当たり前ですね。ここに緊急車両の救急車が来た時を考えます。サイレンを鳴らしていたら信号が赤だとしても緊急車両は進むことができます。直進もできますし、右折していくかもしれません。ここで右折車が中央線からだいぶ離れて右折待ちをしていたらどうでしょうか。救急車は結構幅があるので進むことができなくなります。だから右折するときは
中央線ギリギリで待つというのは当たり前ですね。法律でも定められているし、それ以前に常識で考えて誰にでもわかることです。続いて世田谷警察署交差点の右直レーンです。片側3車線の多通行帯の道路です。第3通行帯が右直レーンになっています。右折レーンを設置できるほどの幅員がないため、右直レーン内で2台並べるのは軽自動車とコンパクトカーだけです。ここでも先ほどと同じように右折車は中央線ギリギリで待てばいいじゃないかと普通は考えますし、大体はそれで問題はありません。道交法第35条で多通行帯では第34条の規定にかかわらず指定されている車両通行帯を通行するように定められており、できる限り道路の中央による必要があるかどうか定かではなくなります。通行帯が複数あるので、右折車がいれば他の通行帯を使って直進すればいいということです。ここの交差点が特殊なのは、直進青と右折青が完全に分離されているということです。右直レーンなのに信号は直進と右折で別々に出るということです。信号の変わり目でこの右直レーンに直進車が取り残されると、右折矢印1回で10台くらい右折できるところを、直進車がレーンにいることで2台しか右折できないという事態が発生します。右折信号が出ているのに直進待ち車列が全然進まないという国道246で右折渋滞が起こる原因の一つです。右折待ち車がいる場合は右直レーンに直進車が入ってこないようにした方が流れがスムーズになるという考えもあるというのがご理解いただけたでしょうか。そして緊急車両が来た場合を考えてみましょう。右折矢印が出ているときは右折車が進んで第3通行帯が空きますので、第1、第2通行帯が停止車両で塞がっていても、緊急車両は第3レーンを使い直進できます。ここで右折車が寄っているために直進車が右直レーンに取り残された場合、右折車が右折していなくなっても緊急車両は進めません。消防車はもちろん救急車の幅でも通れません。そうなると一旦サイレンを止めて信号待ちをするほかなくなります。信号1回の数分といえども、それで助かる命も助からないとなったら、この赤い車は信号待ちの間生きた心地がしないでしょう。いやいや、直進青なら寄らないお前のせいで進めないだろうと思われるかもしれませんが、直進青なら直進車が全てのレーンを使って緊急車両を通しなさいよという話です。右直レーンの右折待ち車が右にギリギリ寄ってようがほどほど寄っていようが、片側3車線の多通行帯道路全体を見れば微々たる違いですよということです。ということで、この国道246下りの世田谷警察署交差点の右直レーンでは、私は緊急車両が通れるくらいの余裕を確保して右折待ちをします。他のドライバーに強制する気はないので、中央ギリギリによって待つという方はどうぞご自由にしてください。以上、ご視聴ありがとうございました。